昨年より具の種類叩いてはありました。ダイエットにも良さそうです。パッケージのイメージとは程遠いですけど見えるし紛らわしくないですか？ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。デカデントファッジブラウニー1998円です。焼き菓子コーナーの新商品です。フロランタンの隣にありました。冷蔵庫に入れなくても大丈夫です。賞味期限は2月1日です。重さはケースごとで 1187g です。ずっしりと固めのチョコケーキといった感じです。長辺は27センチ、短辺は14センチから15センチです。12個に切り分けました。レースペーパーとココアパウダーでプレートを飾りました。ちょっと失敗トッピングのローストナッツはアーモンド、カシューナッツ、くるみです。偏りがあるのでアーモンドだけ追加しました。てっぺんにコーティングしてあるガナッシュが分厚くて、アーモンドを押すとぐっと沈んでいきます。硬すぎず柔らかすぎず絶妙です。スポンジ部分の中心にもガナッシュを入れて焼き上げた感じですね。断面は4層に見えます。ブラウニーとは思えないほどしっとりと柔らかいです。下の方はチョコチップがアクセントになっています。ファジーブラウニーなのでとにかくチョコ尽くしです。もうチョコの芸術ともいえるブラウニーです。デカデントという名前をつけるだけあって贅沢なファッジブラウニーだと思いました。これは人をダメにします。12個に切ったので1食分は 100g です。カロリーはなんと485キロカロリーです。ほとんどチョコなので仕方ないですね。美味しすぎてもう余裕で賞味期限までに食べられますけれども、危険すぎるので4個だけ冷凍しました。1つずつラップしてからジップバッグに入れて冷凍室に入れます。さらに半分に切って小さくしてから他のスイーツと合わせるのもおすすめです。このクッキーは次回ご紹介します。恵方巻きです。4種類入って1980円です。去年のとお値段と種類は同じですけれども、中身は少し違います。気になる方は概要欄のリンクからご覧ください。今年もサーモン巻き、海鮮巻き、ネギトロ巻き、田舎巻きの4種類です。ガリが1つと醤油とわさびは2つずつ入っています。一般的なサイズだと思いますけど、長さは 17.5 センチ。ネギトロの重さは 321g です。サーモン巻きはサーモンのみです。ネギトロ巻きはマグロのたたきと大葉、ネギです。今年はきゅうりが入っていません。田舎巻きは卵焼き、ごぼう、かんぴょう、しいたけ、きゅうり、人参、桜でんぶです。ごぼうも人参もかんぴょうと同じように味は濃いめです。一口で食べるとまとまりがあって美味しいです。でも一口は辛いな、二口で食べます。海鮮巻きは昨年と同じくサーモンとイクラとイカです。ただイクラは去年に比べて少ないので探しちゃいました。そして今年は甘エビが入っていません。大葉の存在感も去年より薄いです。でもお味はごまがアクセントになっていて美味しいです。昨年より具の種類が少ない分華やかさは減っていました。消費期限は当日です。今年はホクホク製を向いて丸かぶりです。販売は2月3日までですけれども、当日は買いに行けないので自分で何か他のものを巻きます。昨年にコストコ縛りで恵方巻きというレシピ動画もアップしてますので、そちらも概要欄のリンクからご覧ください。豚肉とハーブの塩釜焼きです。100g あたり114円で1383円でした。消費期限は明日までです。
ミックスの賞味期限は5月です。塩釜ミックスの重さが 743g、 そしてお肉の重さは 500g でした。これより小さいのも大きいのもありましたけど、真ん中を選んできました。材料を自分で揃えればもっとお安くできますけれども、キットとして揃っているから助かりますね。塩釜ミックスには塩と卵白とでんぷん加工品が入っています。お水を 70cc 加えて混ぜるとねっとりしてきます。オーブンシートの上に3分の2量のミックスを敷いてから、お肉、ローズマリーとイタリアンパセリをのせます。残りのミックスで包みます。200度に予熱したオーブンで50分焼きました。10分放置して蒸らします。塩釜はかなり硬いので叩いて割りました。ハーブが香って美味しそうです。塩釜は意外に熱くないので素手で割れます。お肉は熱々です。表面のお塩とハーブを拭き取ります。しょっぱいのは嫌なのでしっかり拭き取ります。断面はこんな感じでしっとりしています。1センチくらいの厚さにスライスしました。当たり前ですがお塩が効いています。でもしょっぱくて食べられないってわけではなく、いい感じに効いています。美味しくて家族にも好評でした。ハーディーズのカベルネ・ソービニオン、箱入りの赤ワインです。5リットル入り2598円から460円オフです。製造日は昨年の9月です。オーストラリアのワインです。実は間違えて2箱買っちゃいました。この状態で5リットルだと思いました。白ワインもね、安かったから買おうかと迷ったんですけれども、やめてよかったです。危うくワインを20リットル買っちゃうとこでした。ここにちゃんと5リットルって書いてあるのにね、2.5 リットルの2箱セットだと思ったんですよ。重いはずだわ。でもこう見るとやっぱりセットに見えるし、紛らわしくないですか？開封の仕方は、まずサイドにある点線に沿って切ります。この丸い部分は捨てます。他は切り離さずに持ち上げます。中から黒いコックを引き出します。切った部分を戻してコックを固定したら、あとはレバーを引き上げるようにつまむとワインが出てきます。ゴム栓なので柔らかいです。出る量も加減できます。甘口で美味しいですけれども、ほとんどお料理に使います。10リットルも買っちゃったので。シェントゥージャンの素998円から200円オフです。ずっと気になっていましたのでお安く買えてよかったです。50g が10袋入っています。賞味期限は今年の8月です。台湾の朝ごはんの定番、豆乳を使って5分ほどで調理できる簡単豆乳スープです。豆乳があればできるようなので作ってみました。濃いオレンジ色の麻婆豆腐の素のような液体です。でもひき肉やネギのような具は入っていないです。沸騰直前で止めた 500cc の豆乳を静かに流します。混ぜずにこのまま3分待ちます。3分経つととろっとしてきます。ドロッとって言った方がいいのかな。パッケージのイメージとは程遠いですけれども、これで完成です。麻婆豆腐を崩したような感じです。癖もなくて美味しいです。食べるラー油を入れて味変するのがおすすめと書いてあるので、ベトナムラー油を入れてみました。
これもコストコで買えます。辛くなったことでますます麻婆豆腐に近づきました。500cc の豆乳を使うのでかなりの量です。36キロカロリーと豆乳 500cc の285キロカロリー。低糖質ですしダイエットにも良さそうです。2人分だったんですかね。食べきれなかったです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。